はい、皆さんこんにちは。空が大好き、スローネオでございます。今日はですね、こちらクロストーク形式でお送りしてるんですけども、今回ね、左にいるのがですね、僕のいとこの、ゆうくんでして、で、彼はね、実は海外旅行、人生初なんですよね。今ね、僕たちいるのがキューバのハバナでして、で、ちょうどね、僕とゆうくんはね、1週間ぐらいね、キューバに滞在しました。で、今回はね、彼に初海外旅行者として、キューバを旅してみてどう思ったかというのを、ちょっと感想を聞いてみたいと思いますので、そちらをご覧ください。それでは続きをどうぞ。じゃあ、はい。じゃあちょっとお聞きしたいんですけども、まずキューバに来て、じゃあ、いいと思ったところを3つ教えてほしい。いいって思ったところ、2つか3つだな。まず車とかそういう建物系は昔ながらで俺は好きだった。昔ながらの歴史とかすごい好きだから、昔ながらの車や建物を見れてよかったし、あともう一個挙げるとしたら、意外とねそこら辺の人は優しいよ。まあね。俺らがこうなんか傘っていう民家がある、民泊したんだけど、意外と優しいし、俺らが初日に会ったあの人も、なんかめっちゃ野球のことをしてたから、結構話も盛り上がるし。そうだね。東京ドーム、Yes. baseball, Dragon Chunichi, Oh, Chunichi. SoftBank, Yeah. Giant Tokyo. そうだね、国民性はまあいい方なのかなと思う。よし、じゃあ微妙なところを、1個か2つか3つ好きなだけ言っていい？いいことと矛盾しちゃうかもしれないけど、一部の人はちょっとすげえうざかった。まあね。タクシー、シガ、あとなんだっけな、シムカードも言われたわ。この3つかな、すごい言われまくって。シムカード何言われたの？だからインターネットシムカードみたいな言われて、空港でね。うちなんかイラってきたし。No, we are no, No SIM card. no, maybe later. No. 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 After this time, no. We were looking for my bag. でもそれは海外あるあるだわ。そうまあね。それはここ関係なくてどこにもあるな。俺が慣れてないだけかもしれない。あとはね、物が足りないね。まあね。昨日の日本食レストランもそうだけど、これありますか？いやないんだよなみたいな。そうだね。がちょっと多かったかな。そうだね。ぐらいかな。あとちょっと水がまずい。そうだね。水は香水なんでね。そう、ちょっと合わなかった。はい。友達に聞かれたらどこだったって聞かれたら、まずなんて言う？めっちゃ良かったよ。いや微妙だったよ。なんて言う？その第一声は。第一声ね。普通かなって答えちゃうかもしれない。普通かなって答え。はい。オッケー。はい。ってな感じですね。僕はね、いいところはなんだろうな。いいところはやっぱね、皆さんキューバに来るっていうのはもうこの社会主義の国、社会主義の感じをこの雰囲気を感じたいっていうのが多分人が多いんで、いい意味でもう悪い意味であるんですけども、この社会主義感がすごい保たれてるっていうのはいいなと思った。変にね資本主義っぽいところがあるっていうわけではなくても、結構がっつり社会主義だもんね。配給制も目の前で見たし。そう、配給制目の前に見たし、レストランもね、なんかもう国営っぽい無機質な感じっていうのかな。派手でもない。派手でもないけど、なんかデザインが全然よくわかんないみたいな、そんな感じのお店は結構多い。あとね、車もね、結構古い車多いんだけども、それは全然観光用とかじゃなくて、現地にしてもね、古い車も全然走っているっていうのは、なんか上の代から受け継いだとか。そうだね。 Your grandpa buy? What? Who buy this car? Yes. Who? Your father? You? Yes. My father and my father. Oh, your father buy this car. だからそういうので言うと、観光客としてはね、こういう雰囲気の国って本当にもう少ないんで、もう貴重な国っていうのはすごい感じる。でもう一個はいいとこっていうのは、さっき言ってた物を大事にするじゃないけど、やっぱ物がないんで、結構ね、なんかタクシーの人とか、あとは三輪車を漕ぐ人も、なんか本当にこのチャリとか車っていうのはもう代々おじいちゃん代からもう受け継がれてるみたいな、もうそれずっと直しながら使ってる。
とか物を大事に使うっていうのは多分今物がないからそういうのがあると思う。多分今後豊かになってくるとどんどん買い替えしてくると思うけど、まあ、今だからこそこうね僕たちにもないそういう気持ちがあるよね。この人にはあるっていうのは、まあ、すごいなと思った。あともう一個あったのが、ここの人は貧しいし社会主義だけど、でもなんていうかな、こう一緒にいたさこの通りあったじゃん。あそこさアートがすごい飾られてたよね。なんかこう貧しいけど芸術を楽しむ心、あるよね。あとこうお店の前でこの音楽を弾いたりとか、なんかそういう芸術楽しむ余裕っていうのかな、心がっていうのはすごいなと思った。貧しいのに。なんか北朝鮮も社会主義だけど、北朝鮮そういうのはないからさ、本当にこう生きるために生活するみたいな。でもここの人って、まあ、楽しみながら生活するじゃないけど、そういう楽しむ部分っていうのを俺は感じれた。で微妙なとこっていうのはやっぱ物がないから、例えばなんだろうな、ジュース買いたいって言っても結構探すの大変。大変だったね。お水も結構まあまあ大変そうだね。あとねやっぱ交通機関がね発達してないから、毎回ねこうバスとか乗り方わかんないし、で毎回タクシーだよね。タクシーかトゥクトゥクか徒歩かみたいな。で毎回値段交渉しなきゃいけないんで、それはもうね観光客にとってはちょっと旅行しづらいのかなとは思います。まあただね本当にこの多分キューバに行きたいっていうのはもう旅行が好きでキューバのこの雰囲気が好きっていうのでキューバにしたいっていう人が多いから、まあ多分ねそういうのは全然なんていうか交通の便が悪くてもじゃあ来ないっていう人は多分いないと思う。はい。